空音の見えない世界のお話。こんにちは、空音和美です。今日はいろんなものと意識がつながって意思疎通ができた時のお話をしたいと思います。私はね、チャネラーでもあるんですけれど、チャネラーっていうのは見えない存在、通常は工事の存在と交信したりして、そこからの情報を伝える人のことを言うんですね。で、その行為をチャネリングと言います。もう少しチャネリングについて詳しく言うと、この世のものは全て周波数でできてます。だからその周波数をね、意識的に合わせるとそこの情報が降りてくるという仕組みなんですね。私は通常高次元の方々と意識を合わせて、無意識の時もありますけど、情報をもらっているので、身近なものとのチャンネルはね、偶然合わないとあんまりできてない気はしています。そんな偶然あった周波数でキャッチした時のお話です。一つ目は、私が昔パートで金融機関に勤めていた時のことなんですけれど、まずね、機械の説明をちょっとさせてください。お札を100枚の束にして紙の帯で留める機械をね、結束機って言うんですけれど、そのね、留める紙の帯をね、帯封って言います。ということで説明は終わりますね。ある忙しい日、あと30分くらいで閉店っていう時に、結束機から出てくる帯封がね、どうやっても3ミリくらい折れて出てくるんだって、職員さんが結束機をね、開けたり閉めたりやってるんですよ。で、帯封は1ミリでも折れてたら外に出してはいけないので、やっぱりそこはきちんと機械を自分たちで点検したりしてやってるんですね。でももうなんかあれこれやったけど本当にもうダメだわっていうことで、目を変えてくれっていうことで、私ともう一人を呼んで、いろいろそこでやってたんです。でもやっぱりね、一向に良くならなくて、でそのうちね、職員さんがね、いやもうこの機械古いからもうダメなんだわって若干怒り出してね。でいつもね、点検に来てくださる A 社さんね、呼ぼうって。で A 社さん来たらね、もうダメなんで交換してくださいって言ってお願いしようって言い出してたんですよ。でそれをね、私横で聞きながらちょっと見てたんですけど、そしたら突然ね、耳元で「私は悪くない」ってね、もうね、悲しい声が聞こえたんですよ。これはあの機械が言ってるに違いないと思って、いやもうこれは大変と思って、すぐにね、もうね、これ私は悪くないって言ってるよってね、みんなにね、話をしたんです。もちろん私にね、その頃も変な能力があるっていうのはみんな知ってたんでね、みんな全然不思議にも思わなかったんですけど、ね、それでじゃあもうやってよって言われて、もう一回私がね、点検することになったんです。でそしてもう私も機械の気持ちをね、知ってるから、もう結構必死でね、いろいろ中開けてね、見てたんですよ。でもね、なんてことはない。もう本当にスタートのところの帯封が若干折れて入ってたっていうのを見つけて、もうね、それで治ったんです。だからね、本当にね、結束機に謝りました。もうごめんねって言って。で、その時はね、結束機は何も言わなかったんですけれど、結束機もね、もう捨てられると思って必死だったんだと思うんですよね。機械が喋るっていうのは私もその時初めてだったんで、ちょっとね、自分でも耳を疑っちゃったんですけれど、もう私は悪くないっていうね、もうちょっと切なすぎて諦めモードの、もうその声がね、本当に切なくて、聞こえてよかったなって心から思いました。ということで、次は歯医者さんに置いてあった観葉植物のお話をしたいと思います。その歯医者さんは通りに面してて、角の柱の部分だけが柱で、あとは全部ガラスだったんですね。でその観葉植物はちょうどね、その隅に置いてあったんですけれど、柱とガラスの半々あたりで、お日様もね全然届かないだろうなっていう場所にあったんです。で私はその横の椅子に座って待つことにしたんですけれど、すぐ呼ばれると思ったんでね、何も持たずに、なんかふとね、その観葉植物が気になって、ずっとね、その観葉植物を眺めてたんですね。でね、どこから来たのかなとか、なんていう名前の観葉植物なんだろうとかって思ってたんですけど、ふとね、お名前はってね、なんか出ちゃったんですよ、心の中で。そしたら、パキラっ
てね聞こえたんです。でもその頃私はパキラっていう名前は知らなかったので、へえパキラって言うんだってちょっとそう思ったくらいでね、半信半疑だったんですよ。ちょっと経ってパキラがね、お水がって言うんですよ。一を聞いて十を知るみたいなことがねチャネリングではよくあるんですけれど、その時もお水がっていうその言葉の中に多いんですけどっていう言葉がね含まれていたと私は受け取ったんですね。でもう一つもっと日の当たる場所に行きたいっていう気持ちも同時に受け取りました。でも本当かどうか分かんないし、聞いちゃったけど流そうかなって思ってたら、その観葉植物の根元のところにパキラって書かれたね小さめの札があったんですよ。だからやっぱりパキラなんだと思って、じゃあこれは勘違いじゃないんだなってねちょっと思い直したんですね。それで帰りに受付のお姉さんにね思い切って尋ねてみました。あそこの植物ってそこまで言ったら、お姉さんがはい毎日お水あげてますってすっごくね元気に答えてくれたんですよ。だからね申し訳ないなと思いながらもね、なんかね2、3日に1回でいいみたいですお水って一応伝えました。そしたらそのお姉さんも何の疑いもせずに「あ、そうなんですね」って言ってね、言ってくださったんですね。だからね、とりあえずほっとしましたよね。だってね、どうしてですかって聞かれたら、いや植物が喋りましたなんてちょっとやっぱり言えないですもんね。で、それでね、もう一つね、日当たりもなんかちょっと足りないみたいなんですよって言ったら、あ、そうですか。ありがとうございます。じゃあちょっと動かしてみますねって言ってくださって、私はね、あ、よかったって思いながら帰ってきました。その後私はそこの歯医者さんに行ってないんですけれど、その歯医者さんの前を通るたびにね、パキラは元気かなって思いながら前を通ってます。そんな出来事がありました。ということで今日のお話はこれで終わります。ではまた。